先ほどすみません、ちょっと一つ大事な点を言い忘れてたんですが、検査をするために医療機関に行くっていうお話があったと思うんですが、最近ですとオンラインでの診療っていうのができるようになってきてますので、実際に今おっしゃられたようにアプリだとか、ネットでもそういうのを調べていただいて、ちょっと必要だって思った時にクリニックとか医療機関に行かずに、オンラインで診療を受けていただく。で検査をその次につなげて受けていただくっていうことも最近は仕組みとしてはできるようになってきてます。何度も繰り返しになりますが、御社としてはそういう御社独自のサービスを受けたい個人を増やしたいわけなんですか、それとも御社のサービスを取り入れてくれる病院を増やしたいわけなんですか？欲張りなんですけど両方にはなりますね。医療機関としてそういう体制で、オンラインも含めてですね、診療ができる、で無呼吸を見ていくっていうところが全国的に少ないのは確かにあります。さらに言うと、医療機関が増えたとしても、そこに検査を受けたいですって来る方が、その次のステップがわからないので来ないっていうのもあるので、やっぱりここは我々としては両方広げていきたいところではあります。日本人の大多数が寝つけないだとか、すぐ起きちゃうとか、起きた時も疲れが残ってるとか、いろんな課題持ってる人がいると思っていて、そういう人たちがまず一番最初に無呼吸かもしれないって思う確率ってすごい少ないと思うんですよ。大体は眠りが浅いから睡眠薬とか導入剤とかもらったりした方がいいのかなって精神科の方行ったりするパターンもあると思いますし、なので無呼吸の潜在患者がこれだけいるよっていうのを教育する必要があると思ってまして、ここで私もオファーをさせていただきたいんですけど、病院の提携先も増やしたいけれども一般の 2C 顧客も増やしたいっていう、ニーズがあるっておっしゃっていて、 2C 顧客を増やすときにやっぱり闇雲に増やすっていうよりも企業と提携して企業向けの研修っていう形で企業で働く方に向けて睡眠のお悩みありませんかっていう形で啓蒙をしていく必要があるのかなって思っていて、そうすると企業としても働いてる方のパフォーマンスが上がれば当然企業の業績って上がっていきますし、睡眠に対して課題が解決できるような福利厚生のソリューションっていうのも最終的に検査キットとかで提供できるかなっていうのは思っていて、うちも自社で働いてる女性に対して卵子凍結っていうソリューションを案内していて、クリニックと提携していてご案内しているんですけれども、それに関しても企業に対してお医者さんとかに参加してもらう形で企業研修っていうのをやっていたりするんですね。なので、睡眠もそうですし、卵子凍結とか不妊とかも大枠で見ると企業の健康経営みたいなものの一環として一緒に教育っていうのができるのかなと思ったので、もしよろしければうちが今組んでいっているようなセミナーに対して一緒に御社も参加していただいて、産婦人科の先生と睡眠の先生と合わせて一緒にセミナーとかができたらいいのかなと思ってます。具体的な金額とかなんですけど、今1件あたり例えば20万円くらいで一緒にセミナーどうですかっていう形で参加してもらうことも可能かなというふうに思っていますので、ぜひご検討お願いします。セミナーなんですけれども、だいたい1回でどのぐらいの方が参加？基本的にオンラインで実施をしていまして、少ないところは少なくて多いところは多いので具体的な数はちょっと今言えないんですけど、ただメインのターゲットにしている企業さんっていうのはほとんど上場企業で不妊治療に力を入れている、子育てとかに力を入れている、例えばエルボシー認定とかクルミンの認定とかそういったところを取られているような会社さんをターゲットにしてセミナーを行っています。無呼吸症候群の人って若い人でも多いんですか？男性で太ってらっしゃる方っていうイメージあると思うんですけども、お伝えしたように顔とか顎の形だとか空気の通り道の問題になるので、生まれつきそういう鼻の中の形だとか通りだっていう方はお子さんとかでも無呼吸になる方もいますし、若い、女性の方でもですね、小顔で顎を小さくしたい方多いと思うんですけど、実は顎が小さいと無呼吸のリスクになったりもするので、ただ若い方はまだ筋肉がしっかりしてますので、
寝てる時に気道を支えてる筋肉はしっかりしてるんですけども、どうしても年齢を重ねていくと筋肉が衰えて、ここの気道を塞いでしまうっていうところがありますので、世代的にはどの世代にもあります。ただ割合でいくと、日本人の30代以上の男性でいくと大体 23%、4% ぐらいの方が有病率としてあります。で、女性の方でいくとですね、閉経後の女性の方になるんですけど 10% 程度、若い女性の方でいくと2、3% ぐらいが有病していると言われています。御社の収益っていうのは機械を貸し出すことですか？それとも病院から依頼を受けてお客さんに貸し出すっていう保険診療、自由のところはまだないんですよね。そうですね。貸し出すことによる、その検査を行うことによる収益ですよね。レンタルになりますので、検査に関してはその1回限りになりますが、その後の治療の機会ですね、患者さんが自宅で毎晩使っていただくので、そちらが毎月のレンタル料。それ病院に対してっていうことですよね。患者さんがお支払いは病院にしていただくんですけども、で病院からその費用が入る。つまり病院にそのレンタル費っていうのをあらかじめ納めておかないと、病院から患者さんは借りるわけですもんね。そうですね、立て付けとしてはそういう形になります。なんかすごく一時の検査を簡易的にする方法があるのであれば、それが指輪なのか何なのか分かんないんですけど、その簡易的に一時の審査をやる機会をばらまけばいいんじゃないですか。ばらまいて、そこから無呼吸である可能性が高い人たちっていうのを病院に送客する。で病院に送客して収益っていただけないもんなんですか？送客したことに対してそうですよね。多分難しいかなと思います。保険診療なのできないの？はい。女性の若い子で自分が眠り浅いなと思って無呼吸症候群だとおっしゃってたように、多分ほぼいないと思うけど実はいるじゃないですか。水商売やってる方とかに使ってもらうのってありなのかなってちょっと思って、女の子ってやっぱ可愛い子がやってること真似したいんですよ。有名な自分が憧れてる可愛い女の子とかが子宮の検査してたらやりたくなるし、でやっぱそういうものの情報が早いのってやっぱ夜食やってる子たちがすごくやっぱ今 SNS に影響力もある方もすごく多いですし、なんかそういう方たちに対してさっき言ったようなばらまきをバーッとやって使ってもらって、いろんな方に知ってもらってつなげていくのがいいんじゃないかなって個人的に思ったんですけど。バツさんは大丈夫そうですよね。そうですね、はい。ばらまいた後なんですよね。収益としてどこで取るかというと、個人的に思うのが、これってめっちゃ強いのは、病院が検査キットを持ってて、検査キットを病院がばらまいて、実際の処置においてマネタイズするっていう流れになるかなと思ってて、それに勝つ方法は考えておかないと厳しそうだなっていうのはちょっと思ってます。病院はでもばらまかないでしょ。多分そうだと思うんですけど、コロナの抗原検査もそうですけど、病院が抗原検査をするわけではない。あれって病院はできないんですか？なんか法律的に。できなくはないんですけども、今睡眠評価をするための装置っていうのが、低価格のものから、我々扱ってる精密検査までいくとですね、結構機械の価格っていうのは違うので、その病院さんがそれを何十台も揃えるとかっていうところはちょっと現実的ではなくて、何をご提案できるかなと考えてるんですけど、どこが収益かあんまりよく分かんないんで、何に困られてるかも若干僕はちょっと今のお話の中で把握しにくいんですけど、病院数を増やしたいのであれば契約のね、もうちょっと間口を広げるための何かがご提案できるかなというふうに思うんですね。なので再三どこに課題があるのかっていうところをお聞きしてたわけなんですが、病院紹介しましょうか。そのうちで医療向けの派遣もグループ会社でやっているので紹介できる状況ではあるんですが、それを欲されてるのかどうなのかがちょっとわからない。いや、欲してます。紹介して紹介料いただきましょうか。どうやっていただいたらいいんですかね。そこの病院を紹介して、無呼吸の検査で御社の機械が導入されて利用されたらフィーくださいっていう感じですか？提携決まってお金くださいですか？実際今もですね、そういう形で、我々のそのサービスを掲示させていただいているところでの紹介で、患者さんがサービスを利用して治療に至ったっていう時に、今おっしゃったようなフィーでフィービジネスをやっている先もあります。金額の提示が難しいですよね。治療のフィーとかレンタルフィーが僕はいくらかなのか分かんないですけど、紹介ちょっと厳しいかもしれないですね。何を欲されて何ができるのか。
はい。オファーをですね、いただいた甲斐さん、企業向けのセミナーの共催といいますか、をぜひ一緒に考えさせていただければなと思います。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。我々が抱えている課題感っていうところがどこにあるんだろうというご指摘いただいたんですけども、医療機関に対してはもちろんそうなんですけれども、一般の方への認知を上げるっていうところでいくと B2C で個人に切り込んでいくよりは、やはり企業向けにセミナーとかさせていただいて、ある程度まとまった集団の方々にアプローチをしていくことがとても我々としては必要なことなのかなというふうに感じましたので、ぜひご一緒させていただければなと思います。よろしくお願いします。今回ちょっと私の方からご提案させていただくのは難しいかなと思ったんですけど、私も結構一時期睡眠に悩んでた時期があって、睡眠のサービスを扱ってる会社さんと何かを一緒にやったりしたこともあったので、ちょっと今具体的に何かをすぐにできるっていうのするっていうのはすごく難しいとは思うんですけど、いいサービスですし、絶対日本人にとって必要なものだと思うので、今後広まっていってほしいなと思いました。うちが得意としてるのが女子大生だったりとか20代前半の女の子が多いので、そこに刺さるものではないのかなっていうので、ちょっとうちの得意としてるジャンルとはかけ離れちゃうかなっていうところで、今回はオファーは出さなかったです。個人的にすごく行きたいなって思いました。今回はちょっと先方の課題が読み取れず、僕の方から提案することがなかなかねできなかったというところで、医療業界っていうのは非常にその収益の取りどころであったり、広告という部分の規制とかあって、どこにキャッシュポイントを置いてるのかっていうのがまず、我々話を聞く方としては分かりにくい。つまり専門的な分野が非常に多いなというところだったので、通常のビジネスのように考えたかったんですけど、その医療業界のその取り組みの方っていうのがちょっと分からなくて、結構突っ込んで質問してみたかなと。単純にご紹介してフィーがいただけるようなものなのか、それとも何を期待されているのかっていうところが最後までちょっと読み切れなかったかなというふうに感じます。結構自分も睡眠には興味があって、いい枕買ってみたり、着るだけでなんか安らぐみたいな T シャツ買ってみたり、そういうのをやってた中だったので、結構興味ある話で面白かったです。結構ニーズがつかみにくかったのがっていうのがあって、自分の中でもこれが正しいオファーなのかちょっと分かってなかった状態だったんですけど、 2C の顧客を集めたいっていう観点でいくと、やっぱり無料で配れるフロントの商品が必要なのかなっていうのは思ってたので、無料で配るってなると100万がギリギリ限界かなっていうのもあって、ちょうど100万ぐらいのアプリが無料で配れるようなアプリが作れたらいいのかなっていうのを思ってオファーさせていただいたっていう感じです。シンプルに睡眠のビジネスすごい興味があって、いろいろ聞かせていただいたんですけど、会社さんも独自で商材とかを持たれているので、これから伸びてくる分野でもありますし、すごい売りやすそうだなっていう、印象でした。睡眠のビジネスって本当に企業が従業員の生産性を高めるために欲しいサービスであるかなっていうのは前から思っていたので、企業向けのセミナーだったりとか教育で、その先にある福利厚生での提携みたいなことはすごい相性いいかなと思ったので、ぜひ一緒にやっていけたらいいなと思ってます。